はい、皆さんこんにちは、高井です。本日は2024年9月11日です。HKT48 18枚目シングル、僕はやっと君を心配できる発売記念ミニライブがこのキャナルシティ博多で開催されます。7月28日にマリンメッセ福岡で開催されたハイタッチ会にて最新シングルの発売が発表されました。8月16日には選抜メンバーが発表され、同時にリリース記念イベント開催も決定しました。このリリース記念イベントの内容はミニライブとリリース記念特別生配信、CD ショップ特典会の3つです。本日はその1つ目であるミニライブが行われます。新曲の初披露があると思うので、今からとても楽しみです。この動画では現場レポとミニライブの感想を述べています。また前回の17枚目シングルバケツをかぶれの発売記念ミニライブが開催された場所、そして内容はほぼ同じなので、次の19枚目シングル発売記念ミニライブも同じ仕様で開催されると思われます。そのため次のイベントに参加する時の参考になる情報もお伝えします。その他明日開催されるリリース記念特別生配信、16日に福岡で開催される CD ショップ特典会にも参加予定です。その時の動画も投稿するのでご視聴よろしくお願いします。現在僕がいる場所はキャナルシティ博多です。本日のイベントはこの会場で行われます。現在時刻は18時過ぎです。仕事終わりのサラリーマンを中心に少しずつ周りに人が増えてきました。このすぐそばを流れる中川沿いには博多名物の屋台がずらりと並んでおり、豚骨ラーメンやおでんなどを楽しむことができます。興味があれば時間がある時に行ってみてください。感想はコメント欄でお待ちしています。ちなみに僕は一度も屋台に行ったことはありません。福岡県民あるあるの一つです。キャナルシティ博多は1996年4月20日に開業し、ショッピングモール、映画館、劇場、アミューズメント施設、2つのホテル、ショールーム、オフィスなどが入っている複合施設です。また、施設やイベントに合わせて様々な装飾やイルミネーションを楽しめます。曲線が多く、色鮮やかな建築が特徴的で、特に噴水ショーが開催されるサンプラザステージは、キャナルシティ博多を象徴する場所です。このサンプラザステージで HKT48 のライブが行われます。現在時刻は18時40分です。ライブ開始20分前ですが、すでに観覧スペース内には収まりきらず、通路側にはみ出るほど多くの人が集まっています。特に本日は新曲が初披露されることもあり、いつも以上に盛り上がりそうです。このタイミングでライブの出演メンバーとイベントの内容について説明します。出演メンバーは伊沢美優ちゃん、石橋いぶきちゃん、市村愛理ちゃん、今村まりあちゃん、江口ココアちゃん、栗原さえちゃん、栗山里奈ちゃん、渋井美奈ちゃん、竹本くるみちゃん、地頭江りねちゃん、豊永あきちゃん、松岡花ちゃん、最上奈々香ちゃん、柳瀬玲也ちゃん、江浦優香ちゃん、竜斗えなちゃんの16人です。松岡花ちゃんは今月28日に HKT48 を卒業するので、このイベントへの出演は今回で最後となります。一方で初選抜となる栗山里奈ちゃん、江浦優香ちゃん、竜斗えなちゃんの3人は今回が初めての出演です。栗山里奈ちゃんは2018年に HKT48 に加入し、約5年と10ヶ月を経て初めて選抜メンバーに選ばれました。これによりお披露目から選抜入りまでの期間が最も長かった伊藤ゆりちゃんの5年と9ヶ月という記録を更新しました。江浦優香ちゃんと竜斗えなちゃんの2人はお披露目からわずか4ヶ月と2日で選抜メンバーに選ばれました。この記録は矢吹奈子ちゃんと田中美久ちゃんの4ヶ月と10日を上回る歴代最短記録です。このシングルは歴代最長記録と歴代最短記録を同時に更新したシングルとなりました。市村愛理ちゃんは15枚目シングル B さんはなぜ亡くなるのかから18枚目シングル僕はやっと君を心配できるまで4作連続で選抜メンバーに選ばれました。グループ加入後に発売された7作のシングルのうち4作の選抜に選ばれ、今では選抜常連メンバーの一人です。石橋いぶきちゃんと竹本くるみちゃんは前回の17枚目シングルバケツをかぶれに続き2作連続でダブルセンターを務めます。イベント開始時刻は19時です。前回のイベントより2時間遅く始まるので、当日仕事がある人も参加しやすい時間帯だと思います。会場は前回と同じキャナルシティ博多です。おそらく次回の発売記念ミニライブも同じ会場で行われると思います。なお今回は前回行われた CD 販売や特典会のお見送り会はありません。イベントの内容はミニライブのみです。ライブ中の撮影は原則禁止ですが、前回は一部の曲で撮影タイムが設けられていました。今回は撮影できる曲はあるのか気になるところです。それでは時間なのでこれから始まるミニライブを楽しんでいきます。
リリース記念ミニライブが終了しました。会場には1000人ほどのファンや通行人が観覧に訪れ、噴水広場を見渡せる地下1階から最上階まで全ての階の通路を塞ぐほどの多くの人が集まりました。また、優先観覧エリアの入場整理券はライブ開始8時間前の11時から配布され、わずか1時間で終了しました。そんな大勢の観客を前に最新シングル、僕はやっと君を心配できるを初披露。収録曲のこんな時代にグループ結成後、初めてのオリジナル曲である初恋バタフライなど合計7曲を披露しました。ライブ終盤では動画撮影や写真撮影ができる機会が設けられ、多くのファンの需要に応えました。ライブ終了後は SNS を中心に感想をメンバーとファンで共有し、多くのファンから温かいコメントが寄せられました。今回のリリース記念イベントはライブのみで、前回まで開催されていたお見送り会はありませんでした。しかし、ライブ開催の目的である多くの人に今の HKT48 を知ってもらうという目的は十分達成できたと思います。これからはセットリストをもとにさらに詳しく今回のライブを振り返ります。会場で撮影した最新シングル、僕はやっと君を心配できるのライブ映像を楽しみながら聴いていただけると嬉しいです。オープニングでは最新シングル、僕はやっと君を心配できるが初披露されました。この楽曲はメッセージ性が非常に強く、普遍的なテーマを今の HKT48 と重ね合わせた楽曲です。歌詞に含まれるガラスの窓の四角い青空や編集されたニュースは、アイドル活動を通じてファンや外部から見える HKT48 の姿や内面的なメディアを指しており、グループやメンバーの成長が見えにくいことを示していると思います。メンバー個々の感情や努力、グループ内での挑戦など、外からは見えない部分がたくさんあり、外の世界に向かって発信し続ける必要があるというメッセージが感じられます。また、外に出ろ、厚い壁をぶち抜いてという歌詞は HKT48 が新たな挑戦や変化に向かって自分たちの殻を破って前に進むべきという意味があると思います。アイドル活動の中で現状に満足することなく、新しい目標を作って成長をし続ける姿勢が重要だと解釈できます。さらに、自分たちが守られていて誰かの悲しみは感じられやしない。この部分はメンバーがスタッフさんやファンの支えに感謝しながらも、夢を持ち続け、現実にぶつかりながらも諦めずに挑戦することでグループ全体が成長し続けることを期待する意味が込められていると思います。センターを務める石橋いぶくちゃんと竹本くるみちゃんはライブ中の MC で、今回はこの位置に堂々と立って支えていけるよう頑張ります。今回は久しぶりのかっこいい曲になっているので、表現力を高めてたくさんの人に HKT48 を知っていただきたいなと思いますと話していました。 SNS 上でのファンの感想は、この曲の一番の見どころは石橋いぶくちゃんと竹本くるみちゃんのソロパート、赤い衣装が映えていてかっこよく似合っているレイヤ姫こと柳瀬レイヤちゃんは一番背が高いので目立ちますなどがありました。最新シングルの初披露が終わった後の MC では、選抜メンバー16人全員がフルネームで自己紹介をしました。このライブはファンだけでなく一般の方も見ているので、顔と名前を覚えてもらうための良い試みだと思います。ちなみに僕のこのチャンネルでも基本的にメンバーの名前はフルネームで呼ぶようにしていますが、これが理由です。ニックネームで検索してもヒットしないことが多いので、認知につながらないからです。自己紹介 MC 終了後は12秒ぶっ倒れるまで早送りカレンダーとライブの定番曲が続きます。その後の MC では初選抜の3人がスピーチを行い、リュウとやねちゃんはこれからも素直な気持ちで謙虚さを忘れず一生懸命頑張っていくのでよろしくお願いします。江浦優香ちゃんは、このようなイベントはまだ初めてで少し緊張していますが、笑顔を忘れず元気いっぱいで頑張ります。栗山里奈ちゃんは、キャナロシティはこれまで他のアーティストさんを客として見に来ていましたが、自分がアイドルとして立つのは初めてです。6年目ですが、私もフレッシュさ、謙虚さを忘れずに頑張っていきたいと思いますと話していました。リュウとやねちゃんと江浦優香ちゃんはそれぞれ14歳と13歳であり、お披露目からわずか4ヶ月で選抜メンバーに選ばれました。2人ともまだ若い上、グループに加入してまだ数ヶ月の若手メンバーであるにもかかわらず、しっかりと事前に準備しスピーチができていました。栗山里奈ちゃんは若手の2人と自分を対比させるスピーチで会場に笑いを起こしました。 MC 終了後は、こんな時代に初恋バタフライの2曲を披露しました。こんな時代には表題曲の選抜メンバーにも選ばれた柳瀬レイヤちゃんのセンター曲です。表題曲と同じくメッセージ性のある楽曲で、時代を変えるにはまず自分からというメッセージが込められています。18枚目シングル、通常版、タイプ A、タイプ B、劇場版、すべての CD に収録されています。初恋バタフライは HKT48 の初めてのオリジナル曲です。ライブの最後はグループの原点である曲で締めたかと思いきや、ラストは再度僕はやっと君を心配できるを披露。それも動画撮影可能でした。この映像はステージ前の下手側最高列から撮影しました。自分の前に人がいると前方でも撮影しにくいので、前方だから撮影しやすいというわけではなさそうです。もちろん最前列からの撮影が最もおすすめです。最前列に並ぶためには優先観覧エリアの入場整理券の確保、さらに若い整理券番号である必要があります。配布時間の
1時間前には会場に来て様子を見る必要がありそうです。次回のイベント以降の参考にしてください。写真撮影ができる機会も設けられ、多くのファンが熱心に写真を撮っていました。最後は大きな歓声と拍手の中、本日のリリース記念ミニライブが無事に終了しました。以上でライブの感想はこれで終わりです。今回のライブは最新シングルの初披露や撮影可能時間が設けられるなど、とても充実した内容でした。特に新曲、僕はやっと君を心配できるの初披露が素晴らしかったです。メンバーの成長を感じるパフォーマンスを見て、今後の HKT48 の活躍がこれまで以上に楽しみになりました。明日は HKT48 劇場でリリース記念特別生配信が行われます。このイベントにも僕は参加予定です。その時の動画も投稿するのでご視聴よろしくお願いします。この動画が良かったと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。